もっといいこと言ってあげよう。そうですね、もっと。まあ、経験に関係するかもしれないですけど、まあ、自分が言った教授との距離近いっていう。うん。確かに。間違いない。まあ、フィリピンのお国柄でもあるかもしれないけど、まあ、会社でもね、もう上と下の距離がすごい近い。ああ、そうっすね。それは。あるかなと思う。すごい質問もしやすいし、なんかもっとこう日本より学べたなってその点は思うな。だってね、メッセンジャーで教授と卒論の話するからすごいなってメールじゃなくてチャットするっていうソーシャルメディアで話してますからね。今忙しいからメッセしてって言われて、ああメッセでいいんですかあと俺に関してはインターンシップはそれこそ先生のコネで行ったようなもんですから、絶対一般人が行けないようなとこ行ってますから俺。時と驚いたのが先生の知識量が半端ない。半端ない。そう思った。これ見てる方、多分フィリピン先途上国でアカデミックレベルを下に見てる人いるかもしれないですけど、普通にフィリピンは頭いい人クソいるんで。すごい頭いい。日本の大学なんてあれだもんね、教授が教科書を開いてそれを読んでるような授業多かったような気がするけど、こっちの先生はもうすごい人だったらパワポすら作らず口頭だけで授業をする先生なんかもいるし、でもそれが眠くならないっていう面白いし、すごいな。面白いし、いわゆるなんだろう、先生の経験からクラスを作って、なんだろう、レクチャーの内容を作ってるからめっちゃためになりますよね。日本と違うかな。あと、日本と完全に違うのは実践が多い。座って授業を聞くんじゃなくて、いわゆるそれこそフィールドに出て、サンプル拾うなり、サンプル集めるなり、自分学科だったら動物扱うなり、そういういわゆる学んだことをアウトプットできる場がフィリピンは多くて、それが多分将来本当に仕事に就くときに役立つかなとはあと思ってます。実践はすごいできるなっていうのは、自由だったんですね、そういう意味でも。そうですね。日本みたいに縛りが少ないから、悪い言い方をするとやりたい放題じゃやりたい放題だけど、やりたいことをやれるなっていうのはあったね。特にね、獣医学部は、私もマーさんと同じ獣医学部だけれども、やっぱり、いろんな実験であったり、いろんな、採血であったり何かそういう実験等がすごい、生徒が全てできる、やらせてくれる。で、先生はアシスタントとして、この生徒が間違ったらすぐに対応できるようにそこに行ってくれるっていうのがすごい確かになっていう。で、生徒が言えば、いわゆる例えば何かしたいって言えば、じゃあこういうのがあるよっていうのを教えてくれるし、アドバイスをくれてるので。くれるんですよね。わかんない。日本そうだったっけ？そうじゃなかった気がする。じゃあ良くなる生徒にチャンスをめちゃくちゃくれる。フィリピン留学のフィリピンで勉強してると、それがちょっと日本とは違うかなっていう。自分がやりたいことをさせてくれるっていうの。でもさせてくれるんだけれども、それが間違ってたりするとアドバイスをして、いやこれよりもこういう風なことをしたらいいんじゃないか。ただちょっと間違ってた、いやそれは間違ってるから絶対やっちゃダメじゃなくて、そういうやり方もあるけれども、そういう風にやった方がもっといいものができるよっていう風に導いてくれるのがすごいなとは。フィリピンで学んだのが、質問の仕方、先生に質問、それは何ですかって言って、僕はこう思うから先生はこれで合ってますかっていう、フィリピン人の先生にこれは何ですかって聞くと、あんまり探して
まず自分で調べなさいって言われるんですよね。Go to Google。本当にこれはでも本当に例えば受け付けてくれない時とかあるから、それはよく言われたね。確かにこういう質問の仕方をしないと普通の現場では通用しないよっていうことを学べたかなって思います。日本でもそういうふうな質問して答えてくれない教授とかもいるし、なんか実践的にやってくれるところもあるんだけれども、なんだろう、フィリピンの大学の方はほぼ大体の先生がやってくれるから、すごいありがたいなと。自分の考える力がつきますね。その授業を聞いて、で、その質問を考えるのにも自分の中で仮説を立てて、こうだからこうじゃないんですかって聞きに行くと、それはこういう理由で、それは違うって言えるんだよってちゃんと言ってくれる。クエスチョン聞いてアンサーをくれるわけじゃなくて、まず自分で考えてっていう。言語は英語だけじゃないしね。そうですね。それはね、初めは英語だって言われて行って、でタガログだったっていうねちょっとびっくりしたけど、それをなんかこうね、そうですね。結局慣れちゃって、結局3カ国語喋れてるっていうのは、なんやかんや大丈夫っていう。なんやかんや慣れるっていうね、掘り込まれた。それ言語は大変だけど、そんなに心配しなくてよくないですか？慣れるは慣れるな。生活したらなんとかなる。1年乗り越えればね。なんか例えばアメリカとかオーストラリア、フィリピンも含めて、留学する前に、英語1年勉強しようじゃなくて、もう直で行った方が俺早いと思う。絶対そうだよ。間違いない、それは。直で。ゼロの状態でも行った方がもう早く身につく。100%。大変だけど。大変だけどね。マジで勉強しないといけないから、もう必死になる。それはね、全部やらないといけなかったしね。フィリピンの、正規留学のするメリットかもしれないです、一番。なんかあるかな。あとはやっぱり英語で授業をやるんだけれども、その英語でやってる時に、この部分はいるかな、この部分いらないかなっていう、このなんだろう、選別できる。選択じゃないけど選別できる能力。いや、来た時はもう一言一句書いてましたからね、ノート。そう。書いてたな。書いてノートがすっごい真っ黒になって読めなくなってとかなったけれども、あとそれリスニングスキルなんですけど、あれもじゃないですか、リーディングスキル。リーディングはすごい。ここ重要ってやつが分かるようになりません？というのもなんかもう授業でジャーナルって言ったらなんだろう、英語でジャーナル論文ジャーナルを読む機会がすごいたくさんあって、それこそこの一つのジャーナルを持ってきて自分でまとめてパワポにして発表してくださいっていう授業は結構多くて、確かになんかそれからというもの結構いろんなジャーナルを読むようになって、でいろんな人の論文を読むようになって、でいろんな人の卒論を読むようになって、そうなってくるとすごい英語のリーディング力がどんどん上がってきて、この部分は読まなくても大丈夫だっていうのがすごく分かるようになってきて。確かにそうですね。それってあれ、TOEIC 私留学を終えて卒業して初めて受けた。初めて受けて、でもノーベンで受けに行ってリスニングほぼ満点だったし、ちょっと私文法苦手だからあれだけど、もう900弱ぐらいは取れた。あれ何点から990？すごいじゃん。そんなもんですね。でもリスニングは多分みんないけると思う。で、長文も大事なとこだけこう抜き取るみたいな。それはもう必要だからあれ。やってきたから。もう完全にTOEIC取れるよみんな。
めっちゃ簡単だったりする。知らず知らずに英語力上がってると。上がってます。間違いない。喋れないけどね、うまいことね。耐えたら。ただ文法はそんなに成長しない。確かに。文法はちょっと、だって文法よりも他人に通じることの方が重要視されちゃって、文法はもう全部後回しになっちゃってて、通じればいい。そこが最初。それはデメリットでもあるんでね。その程度で止まるんよね、みんな。それっていきますね。デメリットの。いきましょう。もういきますか、でも本当卒論書くときにいろんな文章を読んでってやることで、英語のジャーナル読む力すごいつくじゃない。そうなってくると、例えば専門職について医療であったり、建築もそうだけども、経済であったり、そういう職に就いたときに新しい情報を求めるときってやっぱりジャーナルって英語で書かれてるのに、そういう新しい情報をすぐにも取れる、取得できるっていうのがすごいメリットかな。英語を学んで英語で大学に行くっていうのは。これ一つのあれやな、トピックやな。英語。ね、違うもんね。英語だけを学びに来るのと、英語で学びに来るのって全然違うもんね。これ、そうですね。それ一本取りましょう。これ一本取れたかもしれない。あと、今思い出したんですけど、いろんなバックグラウンド持った学生がいるから、そうだね。本当にいろんなバックグラウンド持った子が、フィリピン人でも、いわゆる貧困層から富裕層までいると思う。特に富裕層はすごいもんね。毎学期車が違うんだよね。マジでこれは多分わかんない。見てる人、フィリピンは発展途上国だからって言ってみんなお金ないかと思ってるんですけど、俺の友達もほぼ金持ちだから特に獣医学部の人はもうえげつないぐらい金持ってるから。そうですね。下はいたけどね、下というかちょっとお金がない家庭からの子は確かにいたけど、それは学費で優遇されてるから同じ学部に入ってこれていて、もう本当に富裕層って言ったらヨーロッパ一周旅行を全部ファストクラスで回ったわよみたいな。しかも家族全員家族全員でみたいな、もう平気でいるからもうびっくりしてしまうね。そういういわゆるフィリピンの内情もめっちゃ知れる。特にフィリピンの多分働いてる人とは多分ちょっと違う視点でフィリピンを見れる。いわゆる在住さんとかいるじゃないですか。そういう人とは違う観点でフィリピン見てるから、それは利点かもしれない。駐在さんはこっちに来ても日本社会を生きてるからね。頑張って日本のレベルを下げないようにしてるから、あの人たちは違う。本当多種多様な人がいるから、すごい寛容になれるじゃないけど、こういう人もいるんだって世界が広がる。それこそフィリピン結構ゲイの人が多かったりとか、あとはワインの人が多かったり、あとレズの人もいたりかと思ったら、ちょっと変な人もいたりとか、本当にいろんな人がいて、でそれこそいろんな宗教の人、キリスト教もいればイスラム教徒もいるし、あとは結構他の外国の方でちょっとアフリカ系の方もいれば、インド系の方もいるし、アメリカ系の方もいるし、もうそういう人たちがいるから、すごいどんどん自分の常識ってこんなに狭かったんだってすごい。確かにそれは。だから広がってくるから、すごい。もうみんな認めちゃうんよね、その多様性を。いろんな、この人はこういう人なんだってどんどん認められるから、すごいいいなと思った。確かにそれは。例えば友達が急に私って俺ゲイなんだとか言われても別に、そうなんだってすごい受け入れられるし。ゲイに驚かなくなったね。
それが最初めっちゃ驚いてたけど、これがあれか、そういう人たちかって思ったけど、今はもう全然何も思わん。今はむしろ見たらわかるよとか見たらわかる思っちゃうけどね。本当いろんな人がいるからすごい楽しいよね。みんなハブることなく。そう、それがみんななんかこの人はじゃあ差別しようと、この人はじゃあちょっと関わらんようにしようっていうことがなくて、みんなこれを受け入れているからすごいなって思う。認める力、本当に寛容。あと人間関係で言えば上下関係があんまないから超きつい。そうですね。だから後輩も聞いてくるし、俺も先輩にめっちゃ、先輩っていうかまあ先輩とは言わないんですけど、フィリピン人のこと。いわゆる上級生に友達に来てるから、そうね、上級生に来てるから、それはめっちゃ大きいかな。そうだね。なんだろう、尊敬してるけれども、すっごいギッチギチな上下関係ではなくて、フレンドリーに接することができるっていうのがすごいメリットかな。そうですね。でもちゃんとリスペクトはしてるし。俺もちゃんとリスペクトしてるんだ。っていうのが、ポポって。それなんか、先輩だからこの人ちょっととかっていうのがないから、すごいいいな。先生も含めやね、全部。生徒も先生も含めやね。いいかな？いいかな？メリットは。きっと探せばあるんです。いや、もっとあります。言いましたよ。結構言いましたよ。何分かな？これ何分で分かるんですかこれ？上の方に何分で出ない？今1時間1分58秒、59秒。すごいな。編集できなくなる。いや、これ一回見るんですよ、また俺が。